もし犯罪者にならなければ生きてはいけない社会だったら、1933年10月12日、アメリカ・オハイオ州の都市リマの刑務所へインディアナ州の保安官を名乗る男が数名で訪れました。ジョン・デリンジャーの引き渡しをお願いします。保安官たちの目的はある犯罪者の移送手続き。しかし、デリンジャー、あんたたち身分証は？デリンジャーの名を口にした保安官を前に刑務所職員は怪げそうに顔をしかめます。デリンジャーはあるギャングのボスを務める男。手下と連携させないため、わざとギャングの拠点から離れた刑務所に収監されており、他の刑務所へ移送などされるはずがなかったんです。そして刑務所職員のその反応を見た保安官は突如発砲。なんだ今の銃声は。銃声を聞きつけ、別の職員が次々に駆けつけますが、あっという間に13人が射殺されてしまうんです。そう、刑務所職員を射殺した彼らは保安官のふりをしたギャングのメンバー。彼らはボスであるデリンジャーの脱獄のためなら大量殺人すら厭わないんです。それもそのはず、デリンジャーの一味はFBI 創設のきっかけとなった凶悪犯罪集団なんです。 FBI 創設のきっかけとなった大犯罪者ジョン・デリンジャー。アメリカ一国を恐怖に陥れたその犯罪の数々とは。 FBI とこの男の対決には衝撃のラストが待っていたんです。おそす、フィリピンでジョリビーを食べたよ、ケンちゃんです。上高地に行きたい、闇恵美子です。というわけで、ヤミコさん、上高地といえば乗ってきてくれるのね。フィリピンなんです。絶対違う。上高地って何？上高地知らない？すっごい自然豊かで水が透き通ってて、ある程度車が通れないところに歩いていかないといけない。だからハイキングして登っていくと、綺麗な川とアルプス山脈の綺麗な景色があるっていう素敵なところ。日本なの？日本よ。日本アルプスね。皆さんも行ってみてください。本日ご紹介するのはFBI 創設のきっかけになったとも言われている大犯罪者ジョン・デリンジャーについて。生涯で銀行強盗が20回、警察署への襲撃が4回、そして脱獄が2回という本当にとんでもない男なんです。銀行強盗ってさ、そんなうまくいくもんなの？20回もやってたらさすがにね、もう2、3回目ぐらいで捕まりそうなもんだけど、相当な手だれじゃないの？早く対応しろよってね。そもそもね、銀行がやばいのか、その男がやばいのかあれなんですけど、そんな並外れたね、犯罪数を持つデリンジャー。彼はいかにして生まれたのか。彼が凶悪犯罪者になったきっかけは、社会からの不条理だったんです。犯罪入門。1930年、アメリカ・インディアナ州の都市ミシガンシティ。自然豊かなこの町には収容者数2000人以上を誇るインディアナ州立刑務所があります。看守が見張りの目を光らせる中、いくつも立ち並んだ鉄格子の中で思い思いに過ごす囚人たち。その中でも異彩を放っていたのがジョン・ハーバート・デリンジャー・ジュニア。職にあぶれ食料品店の強盗に入ったところをあえなく逮捕されたデリンジャー。しかし彼は失意に打ちひしがれるわけでもなければ、犯行を悔い改め更生を志しているわけでもありませんでした。それでどんな手口でそんな大金を盗み出したんだい？デリンジャーが話しかけている相手は同じ房にいた囚人。彼はこの刑務所に収監されて以来、そうやって周囲の囚人たちに様々な犯罪の手口を尋ねて回っていたんです。ここから出たら最高に卑劣な男になってやるぜ。そう、デリンジャーには希代の凶悪犯罪者になるという飽くなき野望がありました。どんな野望だよそれ。強盗に臨むも失敗した彼にとって刑務所という空間はこれ以上ない学びの場だったんです。後に犯罪王とまで呼ばれるようになるこの男。そもそもデリンジャーはなぜ犯罪者になど憧れてしまったのでしょうか。1903年、デリンジャーはインディアナ州中心部の都市インディアナポリスで八百屋の息子として生を受けます。4歳の頃に実母を亡くしたデリンジャーは幼少期から姉やママ母によって育てられていました。父親が非常に厳格だったことやママ母と折り合いが悪かったこともあり、反抗的に育ったデリンジャーは10代を迎える頃から喧嘩や窃盗を繰り返すように、いわゆる不良少年だった彼と家族との溝はみるみる広がっていきました。しかし実はデリンジャーはここからすぐに凶悪犯罪者の道へ進んでいったわけではないんです。1924年、21歳を迎えたデリンジャーは結婚。彼はこの時、愛する妻を守るために心を入れ替え、まともな社会人として働く決意をしたんです。しかし皮肉にもこの決意がデリンジャーをさらなる悪の道へ誘うことになるんです。どういうこと？なんでまともに働こうとしたことが悪の道に繋がっちゃうわけ？やっぱりちゃんと働いて初めて、これでは生計が立てられないっていうことを悟ってしまったんですよ。
くそ、これっぽっちじゃ食っていけねえ。そう、幼少期から飛行を繰り返してきたデリンジャーに働き口などそうそうあるはずもなく、なんとかありついた短期の仕事は恐ろしく低賃金、稼いでもすぐになくなってしまう給料にデリンジャーは途方に暮れていました。俺みたいな人間はどうせまともな方法じゃ稼げねえんだ。でも家族を養っていかなきゃならない。だったらもう仕方ねえよな。思い詰めた様子で何かを決断したデリンジャー。彼はこの後友人と2人で食料品店へ強盗に入るんですが、逃走現場を近隣住民に目撃され、あえなく逮捕されることに。刑務所に入ると同時に妻から届いた手紙にデリンジャーはただため息を漏らすことしかできませんでした。離婚か。まともに生きようとしても自分ではどうにもできず、ついには妻にも見放されてしまったデリンジャー。彼は自身のうだつの上がらない人生に嫌気がさしていました。俺はもうまともには生きていけねえ。どうせどこにも受け入れられないなら、いっそ最高に卑劣な犯罪者になってやるぜ。これがデリンジャーが凶悪犯罪者として生きることを決意した瞬間でした。働きたいのに働けないっていうのはかわいそうなんだけど、なんで犯罪に走っちゃうのかなっていう。生活費を抑えて細々と暮らしていけば生きられたんじゃないのって私は思うんだけど、どうなのかしら。それがですね、デリンジャーが刑務所にいる間にアメリカの景気というのは最悪の状態になっていたんです。その状況も相まって出所後も犯罪者の道を選んでしまったのではないでしょうか。というわけで本日のメトラキーワード、世界恐慌について。世界恐慌とは1929年のアメリカ株価大暴落に始まり、1930年代後半まで続いた世界的な経済恐慌のこと。株価の暴落に伴い不安を募らせた国民が一斉に預金を引き出したことで銀行が倒産、銀行から融資を受けていた企業まで倒産するという悪循環に端を発するものです。この大恐慌により1933年にはアメリカの失業率は 25% にも達し、実に国民の4人に1人が失業している状態にあったんです。デリンジャーが仮釈放となった1933年はまさにアメリカの経済がどん底にあったタイミング。就職が絶望的な状況において犯罪率は跳ね上がり、アウトロー全盛期となりました。アメリカ中西部で強盗と殺人を繰り返したカップル、ボニーとクライドのような有名犯罪者が数多く誕生した時代でもあるんです。こうして1933年5月10日、デリンジャーは仮釈放となるものの、やはり働き口はなくギャング団を結成することを決意。その際彼はなんと刑務所の囚人を脱獄させ、理想のメンバーを集めます。そしてギャング団を率いてオハイオ州へ向かったデリンジャーは最初の銀行強盗を決行。ここから後に犯罪王と呼ばれる男の悪行はみるみるエスカレートしていくんです。刑務所での勉強が役に立っちゃったって、なんかもう刑務所に対する皮肉というか、なんか悲しい事実ね、これ。ここからデリンジャー一味の大暴れが始まるわけなんですけれども、国民の反応は犯罪者に対するものとしては少し意外なものだったんです。ダークヒーロー。最初の銀行を襲ってからデリンジャーの一味は4ヶ月で12件の銀行強盗を決行。被害総額は現代の金額で約6億円にも上りました。当然のごとく非道の限りを尽くすデリンジャーたちには多数の批判が寄せられるかに思えます。しかし国民たちは彼らに対し称賛の声を上げていたんです。1933年8月14日、オハイオ州ブラフトンのとある銀行にはこの日も多数の来客が詰めかけていた。各々番号札を持ち、呼び出しに従って受付へ向かう。そんないつもと変わらない時間がそこには流れているはずだった。しかし、手を挙げろ、金をいただきに来たぞ。叫び声とともに銀行へ突入してきたかと思うと、窓口へ駆け寄った男たち。そう、デリンジャー一味の銀行襲撃。命だけは。銃を突きつけられた銀行員は恐怖のあまり黙って現金を差し出すしかない。そして差し出された現金を手早くバッグへ詰め込んでいくギャングのメンバー。そんな仲間たちを尻目に一人余裕たっぷりに銀行内を見渡す男がいた。このギャングのボス、デリンジャー。そしてデリンジャーはパニックで逃げ惑う銀行の客へ向かい、落ち着き払った声でこう言った。そう怯えるなよ。俺の狙いは銀行が溜め込んだ汚い金だけだ。あんたらからは何も取らない。間もなくギャングのメンバーがバッグに現金を詰め終わる。するとデリンジャーは待合室の客が持つ金目のものには目もくれず、そそくさと銀行を去っていった。そう、デリンジャーは銀行襲撃の際、あくまで銀行のお金だけにターゲットを絞り、銀行の客から金品を奪うようなことは一度もなかったんです。その振る舞いに義賊のような印象を覚え、一部には彼を英雄視する国民がいたんです。いやいやいや、お客さんから取らなかったとしてもよ、悪いことは悪いこと、犯罪は犯罪なんだからおかしいでしょ、これは。それでもヒーローみたいに扱われる時代ってちょっと恐ろしいですよね。そしてデリンジャー一味の起こす事件は何も銀行強盗だけではないんです。この後彼らは銀行強盗よりももっとヤバい犯罪に手を染めてしまうんです。
デリンジャーの仮釈放からわずか4ヶ月後の1933年9月22日、警察はオハイオ州西部の都市デイトンにてこの男を再逮捕。しかしなんとここから1ヶ月もしないうちにギャングのメンバーたちはオハイオ州リマの軍刑務所を襲撃し、デリンジャーを奪い返してしまいます。この脱獄事件に際し命を落とした警察関係者の数は実に13人。さらに翌年1月には一味が揃って逮捕されるんですが、この時もデリンジャーは拳銃で看守を脅し、15人の仲間を引き連れて脱獄。もはやこの男の前では刑務所は何ら意味をなさず、警察は新聞各社からの嘲笑の的にされてしまうんです。しかし警察が本領を発揮するのは実はここからなんです。ついにデリンジャーが追い詰められる？それはね、まだ先の話なんですけれども、ここからついにね、あの組織が出てくるんです。打倒デリンジャー。2度目の脱獄を果たしたデリンジャーはインディアナ州からイリノイ州へ州をまたいで逃亡。アメリカには州によって別々の警察組織が存在し、この時代は州ごとの連携も確実ではありませんでした。デリンジャーはそうした警察の欠点を利用し、州をまたいで犯行を犯すことで巧みに捜査を攪乱していたんです。しかしそうやって我が物顔で銀行強盗を続けるデリンジャーに警察も黙ってはいません。1934年4月22日、大勢の捜査員がウィスコンシン州の町マニトウィッシュウォーターズに立つ一軒のロッジを取り囲んでいました。奴はこの中にいる。絶対に捕まえるぞ。緊張感をあらわにそう口にした彼らはデリンジャー一味を追い詰めるために新設された組織のメンバー、その名もアメリカ連邦捜査局、通称 FBI。州をまたいで逃亡するデリンジャーへの対抗策として、司法省によりアメリカ全土に捜査権限を持つ組織が設立されたんです。はあ、ここで FBI が出てくるんだ。だから広域に権限を持つ組織が必要だったわけね。デリンジャーがそうやって州またいで行動しちゃうもんだから。そうなんです。ですが FBI をね、もってしてもデリンジャーを捕まえることは困難だったんです。デリンジャー一味を包囲した FBI は説得を続けながらも今か今かと突入の機会を待ちました。そして両者睨み合いが続く中、ふとロッジの入り口に人影が見えたその時、デリンジャーだ、確保しろ。しかしそんなバカな。そう、この時 FBI 捜査官が撃ったのはデリンジャーが身代わりに残していた民間人。ロッジの中にはすでにデリンジャーの姿はありませんでした。こうして FBI は創設して間もなく民間人一人の命を奪う大失態を犯してしまうんです。いやー、これは結成早々こんな事件を起こしちゃったらさ、世間からめちゃくちゃ非難されるんじゃない？しかしですね、司法省が結成したこの FBI、司法省自体のね、覚悟半端じゃなかったんです。私たちは取り返しのつかない失態を犯しました。しかしだからこそデリンジャーを追わなければならないんです。彼こそ社会の敵、 FBI が立ち向かうべき最初のパブリックエネミーなのです。国民から寄せられた多数の批判を前に記者会見を開き、堂々とそう言い放った男性は FBI 初代長官エドガー・フーバー。同時にアメリカ司法省はデリンジャー逮捕へ向け多額の懸賞金を提示。情報提供者には約1200万円、逮捕に協力した者には約5000万円もの額が用意されたんです。かなりの額じゃないの？これもうかなり協力者集まってデリンジャーもさすがに捕まるんじゃないの？しかしですね、デリンジャー実はこの知らせを聞いてもなお余裕しゃくしゃくだったんです。果たして FBI は彼を捕まえることができるんでしょうか。赤いワンピースの女。司法省はジョン・デリンジャーに巨額の懸賞金をかけ、捜査を積極的に推し進める意思を表明しました。1934年6月22日、イリノイ州シカゴのカフェにはテレビが報じるそのニュースに耳を傾ける一人の男が。こんなに賞金をかけたって意味ないだろう。コーヒーを運んできた店員に向かいバカにしたような笑みを浮かべ、そう口にした男。実はこの男こそがデリンジャー本人でした。そう、デリンジャーは普段から人目を避けてアジトに潜むようなことはせず、市民に紛れてごく普通の生活を送っていました。その振る舞いから誰一人として彼がデリンジャーなどとは思いません。デリンジャーがそうやって堂々と街を出歩いているのは何より仲間を信頼しているから。彼の周囲でデリンジャーの正体を知るのはギャングの仲間だけ。そしてデリンジャー一味は全員が独自の美学を持っており、決して仲間を裏切らない約束で結ばれていたんです。そのようにしてデリンジャーが店員と会話をしていると、そこへ近づいてくる一人の女性が、ねえ早くカブスの試合見に行こう。デリンジャーにそう言って声をかけてきたのは、ここシカゴのナイトクラブで知り合った10代の少女ポリー。デリンジャーの恋人です。デリンジャーが犯罪者であることを知りながら一切気にする様子もなく彼との関係を楽しんでいるポリー。この少女の存在が後に自身の足を救うことになるとは、この時のデリンジャーは考えもしていませんでした。この女の子がなんかきっかけに行動を何か起こすってこと？そのあたりどうなんでしょうかってところなんですけど、でも莫大なね懸賞金がかけられている状況下でデリンジャーは少しね油断しちゃったのかなと思うんです。
デリンジャーの懸賞金が発表されて約1ヶ月後の1934年7月22日。その日、彼は身支度を整えると、鼻歌混じりに自宅を後にしました。いくら懸賞金をかけられようと、デリンジャーの平穏な日々に何ら変わりはなく、彼はこの日も恋人のポリーと映画を見に行こうとしていたんです。すると、どうも、私も今日の映画見たかったから一緒に来たの。デートの邪魔はしないから安心して。ポリーとの待ち合わせ場所に着くと、彼女と一緒にデリンジャーを待っていたのは、鮮やかな赤いワンピースをまとった女性。ポリーが働いている店のオーナー、アンナでした。ああ、構わない。デリンジャーも特に気にする様子はなく、そのまま3人は映画館へ入っていくのでした。映画の上映中、恋人のポリーと並んで席へ座っていたデリンジャー。2人とは少し距離を空けた位置で、ポリーの上司アンナもその映画を見ていた。そして映画が終わると、デリンジャーはポリーの手を取り、その席を立つ。この時になって初めてデリンジャーは違和感を覚えた。ポリーの上司アンナが常に自分たちから少し距離を取り、後ろをついてきていたのだ。まさかこいつ。デリンジャーがそう悟った時にはすでに遅かった。FBI だ。ジョン・デリンジャー。両手を上げて降伏しろ。デリンジャーが劇場を出ると同時に彼を取り囲んだ FBI 捜査官。いつの間にか後ろを歩いていたアンナの姿はなくなっている。なるほど、やはりそういうことか。デリンジャーはこの窮地に際しても不敵な笑みを浮かべ、ポケットの銃を取り出す。そして路地へ駆け込むと追ってくる捜査官へ向かい、弾倉の中身全てを撃ち込んだ。しかし4発の銃弾を受け、その場に崩れ落ちたデリンジャー。犯罪王の名を欲しいままにしたその男の生涯は31歳にしてあえなく閉じられることになった。そう、デリンジャーを FBI に売ったのは赤いワンピースの女性アンナでした。バイ宿を経営していた彼女は店の摘発を免れると同時にデリンジャーにかけられた懸賞金を得るため FBI へ情報提供していたんです。彼女が赤いワンピースを着ていたのは目立つ格好をしてデリンジャーを見失わないようにするための FBI の指示。こうして宿敵デリンジャーを撃つことに成功した FBI は社会にその実力のほどを示すに至るんです。生涯で20回の銀行強盗、4回の警察署襲撃、2度の脱獄と途方もない犯罪を繰り返したデリンジャー。ギャングの仲間からも多大な信頼を得ていた彼は、生まれる時代が違えばまた違った成功を手にできる人物だったのかもしれません。